After Six Junction 2。聞けば世界の見方がちょっと変わるといいな。ビヨンドザカルチャー。本についてあれこれ語らうアトロックブッククラブ、小島秀夫とブックライフトーク編。よいしょ。オーディオブックサービスオーディブルとのコラボ企画アトロックブッククラブ。これまでの読書遍歴や読書に対するこだわりっていうか、そんなね、要はどんな風な椅子とかどうしてますとか、飲み物飲みますとか、細かいところをね、そんな感じ。あとしおりとか付箋とかしますみたいな、そんな話、本を読む側の話を主に伺っていくというブックライフトークを伺っていきます。はい。ということで今夜、ゲストをお呼びしましょう。世界的なゲームクリエイター、番組でもおなじみでございます小島秀夫さんです。はい、改めていらっしゃいませ。よろしくお願いします。小島です。はい、お足元非常に悪い中、そうです。大雪で皆さん大丈夫ですかね。みんなデストランディング状態でフラフラしながら帰ってるわけでございます。すごい雪ですけどね。本当にね、ちょっと皆さんお気をつけてお帰りくださいませ、ということでございます。改めて小島秀夫さんのご紹介、宇垣さんからお願いします。1963年東京都のお生まれ、ゲームクリエイター、ゲーム業界きっての映画小説好きとしても知られています。1986年コナミに入社し、1987年初監督作品メタルギアでデビュー。2015年に独立され小島プロダクションを設立。2019年には世界的ヒットを記録したゲームデスストランディングを発表。またこの作品はアメリカの映画会社 A24 と小島プロダクションの共同制作で実写映画化が決定しています。著書に僕の体の 70% は映画でできている、創作する遺伝子、僕が愛したミームたちなどがあります。そして先日、新作ゲーム OD フィジントの制作発表とデスストランディング2オンザビーチが2025年に発売されると発表がありました。という大変にお忙しい中お越しいただいております、ということで、番組自体は5年ぶり、その前、そうですね、デスストランディング、5年になっちゃう。そう、あと1はい、に続き、ありがとうございます。デストランディングのリリースタイミングでね、三田大地君と一緒に出ていただいたことがありましたけどもね、その説は大変お世話になりましたし、そっから経て一気に、だってこれ3つゲーム発表ってすごくないですか。詳しくは2本同時で作ってて、僕だけがフィジントを並行してやってると。フィジントはじゃあちょっと準備そうです。企画とキャスティングとかをすでに発表されてるあれでいうと、デスストランディング2は当然そうです。2025年なんで、ここからはフェーズがですね、僕が朝から晩までゲームをやりつつ修正点をやっていく一番きついフェーズに入ります。ここで1年以上やるんですけど、それをやりながら OD 作って空いた時間でフィジントの企画とキャスティング。ちょっと言える範囲で伺うと、OD は、デストランディングはね、なんていうかいろいろ崩壊した世界でオープンワールドで荷物運んで、人々をつなげていくという話でしたけども、OD はですね、ちょっと怖いゲームなんですけど、ちょっと今までにないゲームなんですよ。ちょっと説明が、いやデストランディングもそうだけどね、毎回そうですけど、いや、これ多分びっくりすると思うんですよ。なので、そういう遊びに皆さんがやってくれるかどうかと。またそこからのトライでだ。もしくは違う遊びをするかもしれない。なるほど。ゲームなんですけどちょっと違うギミックがありまして、なんだろう。これはちょっとまだ言えませんし、脚本で一応すでに発表されている中だとジョーダン・ピールさんとか、他にもアベンジャーズと呼んでますけど、いろんな世界中の監督さんたち。じゃあちょっとそういう映画クリエイター寄りな面もありつつ、いや、これはですね、海外の世界中のアーティスト、俳優、映画監督さんってゲームで育ってるんですよ。なので50代以下の人はゲームをみんなやってきたんで、ゲームをやってアーティストになろうとした人が多いんですよ。むしろで、なぜか映画を作ってると、なぜか音楽をやってると。で、じゃあゲーム作りたいのに決まってるやろと。ただどうやっていいかわからんねやと。ほんならちょっと一緒にやりましょうというような感じで、俳優さんもみんなゲーム全員ほぼやってますね。でもだとしたら、ひょっとしたら今までにない発想のものがやっぱり出やすいようなプラットフォームになるかもしれない。そっちともう一個違う大きな仕掛けがありまして、ちょっとこれあんまりね、これを言うとマイクロソフトさんに殺されるので、そうですよね。これはマイクロソフトさんで進めてるのが OD、あとフィジントっていう。フィジントは諜報アクションねで、今僕のでプロットとか企画を
やってます、これはねある意味その、メタルギアとかもそうだけど、うん国際的なそういうあれがあってそうですね潜入して調べて、はいみんながでそれの結構 DS2 の先なんで、はいテクノロジーが3段ぐらい上がるんですよね、でそこで世界中のこれもミュージシャンからアーティスト皆さんゲームを作りたがってるんで、ちょっと僕は一肌脱いで、ちょっとゲームを一緒にやりましょうと、で架け橋になりたいっていうのがあってなので完全にゲームですけど、映画でもあるってそういう意味で映画を作るわけじゃないです、一方でねデストランディングの映画もやってるわけですし、A24 と、これも楽しみこですちらはですねちょっと変わった映画の作り方をやりたいと。で映画のゲームの映画化ってずっと失敗があって最近ラスアスとか、スーパーマリオとか、結構作り方がうまくなってきて大ヒットしてますけど、そういう作り方ではないそれとはまた違うちょっとは A24 ですからなんとなく分かりますよね。A24 でデスストを作ったらどうなるんじゃろうか。確かにいわゆるそのなんていうかこう昔ながらのメジャーハリウッドの作り方がもう可能な、普通に行くとオファーがいっぱいあったんですけど、大体200億ぐらいのバジェットで来るんですよ、でこういう監督でメジャーなこういう俳優使って、でそういうのはありですけどそうではなくてちょっと違う道を作りたいと、これも新しいデスストみたいなもんです。ちょっとねちょっとアート系でエンタメでとんがってる、デスストもだからどの部分を抽出するかですよね。そうですね、確かにね。これももちろん楽しみにとっとくんで、皆さんね、言えること言えないことあります。本の話と言いながらすいませんね。いやいいですよ。もちろん小島さん出てきてそのゲームの話を伺わないわけにもっていうか、これだけなんていうかなっていう発表が立て続けっていうのもなかなかないから。いやもうねいつ死ぬかわからんのでちょっと焦ってるんですよ。長生きしてくださいということでございます。ということで今日は本の話なんですけど、小島さんねいろんな本をいち早くおすすめ、例えば我々の間とプロジェクトヘイルメアリーいち早くこれ面白いとおっしゃったりとか。本を読み続けてるとちょっと得する部分がありまして、出版社が、ゲラを送ってくれたり、プルーフって分かりますかね、本になる前のちょっとちゃんとした本を、その評論家の人に渡すっていう、CD でもありましたね、あれ送ってくれるんで人より早く読めます。なるほど。で半年先の出版まで分かります。なんでそこでいけそうなやつとかっていうのが、でも映画といい本といい小島さんはそういういち早くそのなんていうかな面白いものをやっぱりキャッチして誰かが評価したやつちょっと嫌じゃないですか、へそ曲がり流行ってしまうともうダメなんですよ。その前になんか流行る前に自分が見つけてそこからちょっと上がっていったらもう興味なくなる。プロジェクト A 我々相当後からね騒いでる。あと小島さんが勧めてるからっていうんでアノマリー以上読んでやっぱめっちゃ面白かったっていうね、あれもあったりとかね。あれすごいですよね。すごいそこに行き着くかっていう話でした。僕は表紙がネタバレやと言ったら赤く変わりましたよね。表紙今赤い表紙なんですよ。前のやつ良かったですけど、後で読んでこれまんま書いてあるやん。かっこいい表紙でしたけど、なんかこんな仮面みたいな。そう小島さんにいつもお勧めいただいているというそこの信頼のね本おすすめとしても、でも本は9割外れです。だからその進めてるやつはいいやつだけど、映画もそうですけど、人が作ってる以上ね、神じゃないので、それはそうだ。ただその残り 1% をこの死ぬまでの人生どんだけ引くかという、しかも自分の人に勧めてもらうともあるんですけど、誰よりも先に引くっていうのが生きがいなわけですよ。小島さんはご自身もちろんこれだけのクリエイターであって、そのいろんな面白いもの、そこはもう単純に純粋にその生きてる限り面白いもの触れたいっていう、やっぱそこのそれともう一個あります。自分が好きなものに触れたいっていうのと流行るものを見つけるっていう、好きなのと流行るものと違う場合がありますよね。それも映画もそうなんですけど、これ僕も一つやけどこれは絶対流行るっていうやつも見つけたいわけです。でちょっとサポートしたいというか、それはだからやっぱりそのサポート、そうだ、フックアップというか、新しい何かを見つけて紹介する。やっぱりいいものは埋もれてしまうのはもったいないんでね。確かになるほど。それどれだけ読んでるんですか。そうですよ、本1年間で去年は100冊ちょっとやってて150ぐらいですけど、映画の方が見てます。370本ぐらいは見てます。映画の小島さんのさ、宇垣さんも結構コメント多いけど、映画コメント大体小島さんのいるってありますよね。嫌われてる感じでなんで嫌われてないいやすげえ偉いって言い方偉そうだけど素晴らしいなと思って見てますよ。毎日あるんですけど断らないとちょっと全部は難しいって言われるもんね。でやっぱり気に入ったものを書くというか、そこはスタンスは変わってますよね。でも
やっぱそうなんですね、うんそれであの量なんだからすごいな小島さんでございます、ということで、ここからは小島さんがどう本とかね、読書に向かってきたのか、ブックライフ、本の中身も伺いますけどもブックライフそう側の話を主に伺うという僕はもうライフそのものですから本をね本を読むと、素晴らしい。では伺っていきたいと思います、まずこちらです。小島秀夫のマイブックヒストリー。はい、ということで、事前にアンケートもいただいておりますが、なかなか答えるの難しい質問もありますよね。はい、記憶に残っている一番最初に読んだ、もしくは読み聞かせでもいいんですが、これがもう全く覚えてないですね、三十詞とか読んだかな。本嫌いだったんですよね。実はねこの前に別個のオーディブル用のやつも撮ってます、家族は全員本の虫なんですよ。だからいっぱいあってうちにはいっぱいあったんですね。いっぱいありました、で僕だけが読まないんで親が心配していっぱい買ってくるんですけど、あんまり面白くないし、で学校ではやっぱり図書館行ったりする授業あるじゃないですか、そこではいやいや SF を読んでたり、SF はずっと読んで、いや、でもあんまり興味なかったんですよ、で小学校5年生になってから自分で本買うようになってからそこから本好きというか、そこまではほとんど読まなかったんで、皆さん安心してくださいよ、今聞いてる人は。なんかきっかけあれば人間変わるんで。確かに。で人から押してもらうより自分で行く方がいいと思う。タイミングってねありますしね。やれって言われると嫌になるから。これちなみにオーディブルの方で撮っていただいてるやつはね、安倍工房特集というのを先に言ってくださいけど、もうすげえ面白かったんで、ぜひぜひ安倍工房。なんでドラえもんそこだけ急に言ってもさっぱりわかんないですね。ありがとうございます。あんま覚えて、でもご自宅なんていうんですかね、ご家族要するに家のに本がいっぱいある状態って。自分の部屋、兄貴の部屋は兄貴の書棚があるじゃないですか、でそこには兄貴の好きな本があって、でおかんの本ってもう松本清張とか大好きで、親父はもっと文芸とドキュメンタリーとかずっと本棚にあって、だから困ったらそこ行けばあるんですよ、ただ僕の部屋には本がなかった、5年生まで、そこで出会ったのが刑事コロンボ、自分の意思でありがとう、ドラえもん風がなんで全部ドラえもんなんだ。それご自身の意思で選んだのが刑事コロンボのノベライズ。これもちょっとあんまり時間がないんですけど、5年生の時に、僕住んでいた当時川西っていうその山切り開いて作った住宅街なんで、ちょっと田舎なんで、でかい本屋なかったんですよね、でバス乗って電車乗り継いで隣町に塾に行きました、5年生で、そしたら帰りに本屋がでかい本屋があるんですよ、今でいうと東京にあるような、そうびっくりするわけですよ、でそこ行ってなんか大人になった気分になるわけですよ、本が好きだったわけじゃなくて、でも雨降ってたらそこ行ったりとか、クーラーが効いてるとかで見てるとですね、刑事コロンボの本があって、ノベライズがあって、写真が中に10ページに1枚ぐらい写真が入ってるんですよ、これなら読めるんちゃうかと、でその時は刑事コロンボあんまり好きじゃなかったんです。あ、そうなんですか。で買って読んだら読めて、僕これはおもろすぎるわと、で、毎月新刊が出るんで買ってたんですけど、足らないんでクリスティとかエラリー・クイーンに行って、そこからミステリー好きはね、小学校5年生の。ああ、そうなんでも不思議ですね、テレビの方のコロンボそんな好きじゃなかったんですか。でそこから好きになったんですよ。そこからその順番、そんな人なかなかいないですもんね。大体映画なんですよ、僕音楽も、でミステリーになったのは刑事コロンボからクリスティなんですけど、SF もちょっと後で言おうと思ったんですけど、ある本屋に行くと、店屋のおっさんと僕しかおらないので、一冊買わな出られへんですねどれでもええかと思ったら、ビクロの決死剣っていう、アシモフのあれの映画の表紙があって、この映画俺読みたことあるから買って帰ってみたら SF にはまるんです、ほんで今度冒険小説にはまったのはナバロンの要塞なんです。それも映画見てたんで、全部映画見てたノベライズというか原作を読んでから入ったというか、その順番すごい、僕ももちろんその順番すごくよくわかりますけどね。でもコロンボに関しては、こっち先っていうのはね面白いですね、これね。コロンボは写真があったからですね。でシーズン1のやつはイラストなんですけど、で早川文庫とかもイラストがあったんで、当時は人気漫画家の人が往来さんもそうですけど表紙書いてたんで、あれの絵を見たいからこうページを頑張ると、次の絵まで。ただ買う時に全部見てしまう時もあって、これも全部見てもったっていうのが、だからよく言うんですけど、
何キロも泳げない人がいるとしても、25メータープールを往復すると泳げますよね。25メーター先行くと次の絵が待ってるんで、そこまでがむしゃらに行くと気づいたら1キロぐらい泳いでると。やっぱビジュアルっていうのがすごく強かったですね。もう表紙買いとかしてました。だから見たい意味にありました。でも当時の SF とかってやっぱそれこそスタジオの上の宇宙の戦士じゃないけどやっぱありますもんね。そのビジュアルそのものが何かを決定づけるってありますもんね。はい、ということでじゃあ最初はコロンボのノベライズから入ったというミステリー好き、今でもねミステリー好きというのはすごくねフェアやられたりしてますもんね。好きなジャンル苦手なジャンルって本に関してありますか？これはですねほぼ小説ですね。読むのは小説。でノンフィクションはたまに、絶対読まないのはビジネス書とか新書。ビジネスとあれですけど新書もですか？そのなんか例えば何か作品作るのに。いやもうハウツーとかでも大嫌いですよ。お前なんかで教えてほしくないわ。そう。なんかこうちょっとしたこう例えば調べようみたいなのあったりすると思うんですけど。それは読みます。科学雑誌とかもブルーバックスとかも読んでましたけど、ただなんかビジネス書でこうやったら儲かるとかあるじゃないですか。こうやったら人間関係うまくいくとか、あんなもう絶対読みませんね。そんなん読みやったら小説を20冊読んでそこから吸収すると。まあ映画でもいいですけど。小島さん人に言われんでも儲かってますんでね。これね。いやなんかね、なんか時間がないから10分で分かるとかってあんな嘘ですよ多分。分かるわけないそんなね人間のこと。まあでもその感じはすごい分かる気がしますね。でですねこれも非常に答えづらい質問かもしれませんが、あなたにとっての人生の一冊とは？これもよく聞かれますけど映画もよく聞かれますよね。ベスト生涯ベスト。まあ猛烈に好きな本はありますよ何回も。ただ今も探し中ですかね。何回も繰り返し読んで一番繰り返し読んでるのとはそんなに読まないですよ。 2,3 回かで復刻されたり新訳が出たり買ったりしますけどあんまり読まない。で中学校の時は罪と罰をですねポケットに入れてるだけ。でもそれ読んだんですけど、なんかかっこいいじゃないですか。かっこいいです。全然持てませんでしたね。でもね先ほど伺った安倍工房はちょいちょい読んでるっぽくないですか？そうですね安倍工房は。でも時間が空いててって感じですかね。少なくとも10年空くとか。なんかたまたま本屋でもう一回買って読み直すっていう、まあ表紙が変わったらまた買うんですけど、でもそんなに同じものを繰り返すとはあんまりないですね。その新しい本を読むとか。確かに。でもクリスティは新訳が出ると必ず買って読みますね。やっぱりその味わい変わるもんですかミステリー？全然文体が変わっていくんで読みやすくなって、今風の言語に変換されていくので、面白いですよね。あとその本でもまあ単行本出て文庫落ちした時に作者が直して、で30周年で改訂版とか出るとそれは買いますね。ちょっと改修正されたりするとね、ディレクターズカットみたいな。確かにちなみにオーディブルの方で撮ってる今回の安倍工房、生誕100周年記念のフェアというこのタイミングでの、話聞くと、ファンの方には言わずもがなかもしれないけどやっぱでも小島さん安倍工房の営業確かに受けてるんだっていうのね一番受けてますよね。すごい分かりました。それは表面的な意味でも深い意味でも、一番表面的な意味ではその段ボールとかっていう話ですけど、中学の時、SF とか書いてましたけど、結構似てるんですよ、構造が。なんかあとそのなんていうんですかね、その科学的なことでこうちょっとこう側を埋めていくっていうのか、その丁寧にその砂だったら砂の女だったら砂の理屈を書くとか、それってやっぱりその例えば作品作るときにデストランディングの世界を説得力あるように見せる、やっぱディテールですよね命って、ディテールをいかに込むかっていうか、全てがそれを支えてるので、なんかどんだけ素晴らしい、ストーリー運びとかキャラクター作ったって、ディテールがないとダメなんで、そこはこだわってますんで。ゲームとか特にそれが気になる。ゲームは、裏側まで見れるからしんどいんですよね。そうですよね。見えるとこだけ書いてたらいいっていうわけじゃないんで。とかそのデストランディングだとやっぱりその荷物を背負うっていうその荷物の感じが身に迫んないと、バランスとかね、工程、その荷物を持って歩くっていうゲームの工程そのものに説得力があるかないかって、結局、映画でやられたら荷物背負って歩いてるのは別人じゃないですか。しんどいって言って一番下手な演出ですけど、重たいんやなみたいな。でゲームもコントローラーなんで重たくないわけですよ。しんどくないんですけど、それをいかにこう感じさせるかっていう。
あれやっぱその僕荷物を積む時のなんかこう音とかカチャッチャッっていうこう荷物を整理する時のああいう一個一個にガチャンと一回下がってこうそうこうなるとかね。そうですそうです、なんかその音とか一個一個が織りなす感じが、多分この実感なんだろうなとか思って、また気持ちいいんですよ。またこう荷物整理したりするのがここかなみたいなチャッチャッみたいなやつねまたやりたくなっちゃいましたこんな話してると、2も楽しみにしてます。ありがとうございます。はいさあということで小島秀夫さんにブックライフねどんな感じで文を読んできましたかという話をここまで伺ってきましたが、次のパートに行ってみましょう。小島秀夫読書にまつわるあれこれ編。電子書籍って読まれますか？これは読まないですね。これはすごい今時は結構ほらそうなんですか。あれでこの何でしたっけ Kindle とか Kindle とかね、読んでます？私は読まないです。私結構使いますけど、で紙がなくなるとどうなるんやろうという恐怖ではおのえてますけど、まあ、紙は紙もちろんね、そっちの方がいいに決まってるけど、なんかこう電車の中でパッと読んだりする時とかにまあやっぱ便利スマホでも読めるんでしたっけ？スマホ読めますね。iPad やったら読めるかな。ただやっぱ紙ですね。ただ台本とか僕らも iPad でやったりするんで現場の、どうなんですかね。まあApple Vision とかやったら読めるかもしれませんね。ビジョンね出ましたね。ちょっとね紙が一番いいんですけどねこれね。なんかこの匂いも出版社によって匂いちゃうんですよ。匂いまあ変態みたいですけど。いやわかりますよ。匂い嗅ぐんですよ。身長の匂いとかあるんですよね。紙の触り心地もちょっと違ったりしますよね。めくり方も。そうか。じゃあちょっと紙、でもまあそろそろデジタル読まなあかんかなっていうのは、もう復刊されないんですよね昔のやつって。でデジタルは出てるので、でそろそろ考えなあかんと。なるほど。というようなところですかね。本を読むスピードいっぱい読まれてますけども早い方ですか？早くはないと思いますね。そうですか。なんちゅうの何読みって言うんですか。こうバーッとこうああいうの習得してませんのでゆっくり読みますけど。小説ですもんね。でその差でも多分他の方と比べると早いんじゃないですか。じゃないと早いと言われるんですけど僕的には遅いかな。人造人間クエスターって知ってます？こうやって読むんですけどね。いやーとめくるドラマであったんですけど、あんなんやったらええなと思いましたけど、普通にペラってめくってからしばらくしたらめくりますから、速読ではないですよ。ちゃんと普通に味わって順番に読んでいきますね。いつも本を読む場所とかって決まってますか？これは昔はもう通学通勤で帰ってから、あとデート中で怒られたりとか。デート中これは怒られそう。結構でもそんなにおもろいんかって言われました。デート中に読んでしまったのは何を読んでたんですか？ミステリー。やっぱ続き気になっちゃったみたいな。いやなんかでもうちのスタッフも歩きながら読んでるって言いますよね本。夢中になった時気持ちはね。歩きながらとかは分かりますけど、でもその相手がいる時にすみませんそういう人なんです。それはね食事中に読みませんよ。ただちょっと好きがあれば読むというか。じゃあ持ち歩いてるタイプですか？昔はそうでしたね。だからカバンも絶対本が何冊入るとか、で出張も本がなくなっちゃうんで、何冊か絶対、で日本の小説読むとすぐ終わるんでわざと翻訳物を入れていったりする。ちょっと引っかかりながら読むと。なんですけど最近はもう通勤通学で読まないので、家でソファーで読んだりとか、ちゃんと読むぞっつってそうですね。で朝起きてすぐ読むとかも最近ちょっと時間がなくなってきたんで、確かに会社行くまでの間ちょっと読むとか。読む時の例えば椅子とか姿勢とかって何かこうありますか？いや目が良くないんで結構こう裸眼で読みますね。なるほど。そうかありますよね。だからいろんな年の問題もあってこうやって見るようになったりとかありますもんね。椅子とか特にこだわりとかそういうのじゃない？こだわりませんね。裸眼でちょっと眼鏡がちょっと上下が違うやつなんで裸眼で読んでます。本収納どうされてますか？これがですねやばいんですよ。やっぱしそりゃそうだ。自分で買うのが150冊ぐらい年間、でこれ漫画をブック本別ですよ。で送ってくるのもそれぐらいあるんかな。それで、本棚に入れてまして入らんので、倉庫に掘り込んでるのと、入らなくなったら会社に持っていくと。
まあねそれで大変なことにえなってまして、会社の人から片付けてくださいみたいになりませんか？結構やばいんですよ、でいろんなところに置いていくんで、うんうんでそれでも覚えてるんですよ、この本はどこにあるって。あすごい。ちょっとそれいじられるとやばいんですよ。あーだから絶対買って面白いけど今読むべきじゃないから後で読もうっていう本は、こう普通にこう置いてあるように見えてちゃうんですよ。あちゃんとこう自分なりに気になる位置にこれは絶対読む、これは後で読むっていうのをこう分けて置いてるんですけど、ええそれが掃除の人とか来たらやばいんです。あわかるよそのあんまりいじってほしくない。いわゆる積んどくっていうか、積んどくだけど、これは読むべき、読みたいって読むんですか、それって。読む場合もあります。ああやっぱその、やっぱりどうしても積んどくになっちゃってるのもある。そうです。で一番申し訳ない、本に申し訳ないのは途中まで読んでたんですけど、他の本を読まないといけない。これは仕事とかコメントとか解説書いてくれと、で置いといてちょっとしばらく戻るともう覚えてないじゃないですか、もう一回最初から読まなあかんんですけど、ちょっと面倒くさいなと思って、そいつは別のコーナーに置いてあるんですよ。一番申し訳ない、新しいコーナーに罪本の一番罪の深い罪の深いでこれが結構年末にこのミスで1位になったりすると、ガーンなんてことをしてしまったのみたいな。なんでそこは結構こうインターセプトしようとするんですけど、やっぱ新しい本がどんどん上に来るので、あとそのなんか嫌ですね、そのみんながさ選んでるすごい面白い本に自分はそのなんていうのこう乗っていけなかった感じがさこうしちゃいますもんね。これ面白くないんだったら別にまあ俺を乗らせなかったこいつが悪いって思えばいいけど、でも大体わかりますよ、タイトルと表紙とあらすじ見たら、売れる売れないので、本屋行ってもわかりますよね。あ、そうですか。結構1ヶ月経ってんのに平置きされてるやつは絶対おもろいんですよ。本屋によってもちゃいますけど。結構ちなみに本屋は行かれますか？本屋は昔は毎日行ってたんですけど、ちょっとコロナになってから週末ですね。あ、でもそれでも行かれるんですね。土日は絶対やっぱりそのなんていうか様子をざっくり見る感じ。そうですよ、そこは情報源であったりするので、確かにまあ本屋が好きなんですね、やっぱり。なんかそのさっきの本のさフィジカルであるべきの話もそうだし、まあ本がそもそもね、その読むこともそうだけど、で僕ね本を捨てれないんですよ。おお、じゃあいわゆるその読んだから処分っていうのもなく、これがでちょっとコナミをやめた時に2万冊捨てましたけど、2万、もうまあおもちゃもいっぱいあったんで、で会社に置いてたやつがいっぱいあったんで、しゃあないから倉庫を借りたんですけど、もう入れへんし、もう仕方がない。それはちょっとでね、も本を捨てるっていうのはもうきついですよ、気持ちとしては。わかります。で本ってまあこういう新刊もそうなんですけど、再販されないものが多いんで、その時買っとかんともう手に入らない。安倍工房なら別に読めるけど、大抵の本はもうその最初っきりですもんね。初版で終わりなんで、見た瞬間に迷ってるぐらいだったら買っとけと。確かにな、確かにな。ちょっと一色ぐらい抜いてもいいから買っとけと。確かにな。あと先ほどのね、そのソフトはソフト、映像ソフトを抑えておくべき話もやっぱり本当そうだなと思って。本がちょっとわからない、物理的な本でなんか光線でキュンとちっちゃくなって。わかりませんね、どういうテクノロジー。ちっちゃいそこ入れて呼ぶときピュンとでかくなるみたいな。なんか水垂らしたらさ大きくなるみたいな。そういうのが欲しくないですか。デジタルじゃなくてアナログなんですけど、こうペチャーンとこうフリーズドライみたいな。なんかそういう紙こうピュッとこうやったらピュチャッとしたとこちっちゃくなるみたいな。安倍工房だけこう粘土にしたらこうなるみたいな。そういうの誰がないですかね。フィジカルであってほしいという。ちなみに。お風呂で本って読む方ですか？読まないですね。もう読まない派だ。濡れるんで。ですよね。ですよね。どうやって？毎回してるこの議論。蓋がある、蓋をここまでしてこうやって読むので。入って手濡れたら濡れますよ。タオルに包んでる。タオルに包んで持って入る。あと湯気でなんかもう。いやでも蓋がここまで入ってる。ずっと言い続ける。毎回この議論はしてますけども。ちょっとでも文庫本ではどうなのかな。でもふやけますよね。湿度高いですよね。なんか意外と大丈夫。飲む派は読む派はね言い張ってるんですよね。無駄じゃないですか、入ってる時間のそのなんか空いてる時間。読みたい。風呂は風呂でこう無心でね。いや。毎回この話を。常に何か見たい。パーフェクトデイズって見ました？見ました。はいはい。あれ古本屋行って100円ぐらいで買うじゃないですか。あれうちのお母の世代あんなんですよ。カッパ横丁とか行って100円で買って、なんとですね読んだら捨てるんです。読み捨て。はい。それなら。でもうそれもやめて、おかんやめてって言ってたんですけど、
なんか旅行に行くときに文庫いっぱい持ってってその先々で捨てていくみたいな。それパンツ親世代履いて捨てていくやつ、そう親世代はなんかそういうのやってますね。僕なんて旅行先で買って増えてきますからね。確かに本を捨てるっていうの多分文庫っていうのも位置づけが違うんでしょうね、きっとね。文庫は読み捨てていいやつみたいな。僕中学高校小学校から5年から自分の作った本棚があって、自分の部屋に、ある日窓を開けてた、雨がでもうサンリオの今なんかもうレアでめっちゃ高い、全部ふにゃふにゃに持って、サンリオ文庫きつい。あれを捨ててしもたのが僕の、それは辛い。なんかタイムマシーンがあったらそこに帰ろうかなという。表紙の一個一個がもういけてますもんね。もうね、親が死んだ時間よりそこに帰ろうとしてる自分悲しいですよ。いやそうかということでね、お風呂とかいろんな流れお風呂ちょっと試してみます。ぜひトイレで雑誌読む人いますよね。僕はトイレ本があります。ねって言ってましたね。そんなに僕長くいないんです。いやそうなんですけどね。そうあんまり長くいるべきじゃないんですけど、ちょっとずつモハメド・アリの字で、評伝をちょっとずつ読み進めて1年かけて読み終わるみたいな。ちょっといいですか、話す、はい、TBS のトイレお借りしまして、便器の行ったら、前に注意書きがあって、仮眠を取らないといけない、寝ないでください。いるんですよね。すごい会社やと思って。世知がないですよね。いやちょっとお恥ずかしいところを見られてしまいました。ギリギリの状態で生きてる人。トイレでもちょっと試してみようかな。ブックカバー、しおり、付箋など読書用品と言いましょうか、付箋なんかは使われるんですか？これはですね、まずブックカバーはしてもらいます。本屋さんでつけてもらう。買って読んだら剥がして捨てるんですよ。だからブックカバーついてると読んでないよ。なんで読んでない本の積み本に加わります。でもらったやつは読んだやつはもう全部表紙が見えてる。でしおりは絶対もらって帰って刺しておく。本屋のしおりとか、その時フェアのしおりとか、その時の記録になる。昔のそれこそ古い文庫とか見てると、角川の昔の出てきますよね。富代ちゃんがまだ若い時のしおりとかこう出てきて、わーみたいな。本のその今月に出る本とかも後で見たら笑うような、確かに時代感が出てる。新聞紙みたいなもんなんで。確かにで僕はレシートを必ず挟む。でも5冊買うと1個しかないから、本当は1冊ずつ買った方が、あれを入れとくとどこで買ったか思い出しますよね。で田舎の書店で買ったとかで、その時の記憶っていうのが残るので入れてますけどね。付箋とかはどうですか？その書評など。付箋はですね、書評するとき、コメント書くとき、資料本は山のようにします。もうなんちゅうのモネのように連立してる。ニョキッと。あんまり付箋しすぎてよく分かんなくなるパターンとかもありますけど。僕アンダーラインよう引かんですよ、本に。直接書かない。じゃあ昭和の人間なんで。なんかしている人いますよね。書く派は全然書く。そのちょっとできない。自分のもの化していくのがいいって人もいればね。面白いね、やっぱね、同じく読書家って。なんちゅうの、端っこ折る人。ページを。あれもできないです。あとこの開けて置く人。本当。あれもできない。できない。だからなんか漫画本あれやるとバラバラになりますよ。そうか、閉じ方がね、あれだから、そうか、大事にされてんのかもな。じゃあちょっとそれも答えとも感じるか通じるかもしれませんけど、本を読みながら飲食等されますか？これはしませんね。しないですね。もう音楽も聴きませんね。もう本だけに入ると。集中。じゃあ僕とかどうしてもお行儀悪いんですけど、ご飯食べる時とかに読みたくなっちゃうんですけど、そういうのもないですね。もうご飯はご飯です。ご飯はもう本読みたいから一瞬で食うと。むしろね、そうか、集中した方がいい。集中力が。でも先ほどもね、デート中じゃないですけど、やっぱ一旦入るとすごいですね、やっぱり。じゃあね、小島さんね。集中力というか、そうですね。入ってしまう。ある意味だからたくさん読めるというかね、集中力が高いからですよね。ながら族じゃないですか、僕らラジオを聞きながら勉強してたって、結構それの訓練かな。騒音があっても集中できるんですよね。ちょっとうるさいぐらいがね、集中とかありますもんね。ちなみにそういうだから例えばシナリオというか、そういうの書かれる時とか、どっかわざわざ人がいるとこ行って書くような人もいますけど、僕はもうオフィスで旅館行ったりホテルとかあるじゃないですか。一切ないですね。そこでバーっとで、もう頭の中で考えてたものを出すだけなんですよ。それで一回書いたものにちょっと音楽の力を借りる
ところもあって、うんうん、そのシーンに合った曲聴きながらやると勝手にキャラクターが動いてくれる。それをこう書くだけなんで、だからこれが小説になるとその文章の書き方で別の脳が働くから、ちょっとまた違うんですけどね。台本なんかはもうそのままストレートにセリフ書いてたらいいんで。へえ。ちょっとそこの創作の話もね伺っていくとまた時間があれですけども、さあということで、小島秀夫さんにブックライフトーク伺っております。最後のパート行ってみましょう。小島秀夫本にまつわる恥ずかしい話。何度も挑戦しているのに読み切れてない本、名作の類ありますか？これは恥ずかしい話からな。カラマーゾフの兄弟はですね、ドストエフスキーは結構読んだんですよ、中学の時、罪と罰も。であれ読めるんですかね。何回も買って、でなんかボックスでも出ましたよね、文庫本の。あれも買って絶対、毎10年おきぐらいに絶対読むぞと。わかる。1冊ぐらいで終わりますよね。カラマーゾフって助走が長いじゃないですか。最初の出だしの説明があって、こういうつもりで書きました。読める、読んでる人おるんかな。いやでもね、読んだ組はいや面白いですよと。いや面白いのは分かります。でいやもうめちゃくちゃ面白いですよみたいなこと言われて、だからさっきの悔しいわ全然乗れてない自分が。あとね、白芸僕大好きなんですけど、白芸のちゃんとした本、もう何も最後まで読めないですね。ちょっと編集してやるようなやつは読めるんですけど、あれもいずれはちょっと。でもカラマーゾフは読まな。なんか白芸ならまだ一応映画とかあるじゃないですか、グレゴリー・ベックのやつとか。カラマーゾフってそうもいかないもんね。でもドラマとかになってたりはしますけど、なんかね。ただこれ読んでへんっていうのはあんまりね、かっこ悪いですよね。いやだけどほんまに読んどんのかみたいな。読んどるらしいですよ、この古川さん。面白いって言うんですよ。あれを読めるやったら何でも読めますよ。いや僕結構本読んでますけど読めない。というか俺はね、その出だしが助走が長いんだと思うんだけど、でもゴッドファーザーの結婚式のシーンみたいなもんで、ここが大事なの、この集まってくるところが大事なんだろうなと思いますよ。なんだけど、だからゴッドファーザー結婚式のところでやめてるようなもんよね。でも死ぬまでね読まなあかんかな。わかります。やっぱりね。最後にカラマーゾフ読んだべみたいな。やりきった。じゃあ読み切れてない名著はカラマーゾフって感じですかね。名著はいっぱいあるとかです。まだ読んでない。もちろんね。文芸はあんまり読んでないんで。見せる用の本ってあったりしますか？これはね、かっこつけ本というかないんですけど、洋書の写真集とイラスト集好きなんで、それはね実際に結構飾ったりしてますけど、実際に使われるっていうかね、参考にもされてるんでしょうからね。その他本にまつわる恥ずかしいお話などあればぜひ教えてください。これもなんかさっき言いましたけど、もともと塾隣町まで行ったのがきっかけで本読むようになりましたと、中1に実はその塾で僕遊んでたんですよ。で友達がチクって、親に言いよったんで、秀夫君は遊んでんでと、その塾行くなと言われて、中1の時にもうその川西の駅前にある塾に変わったんですね。で川西って僕住んでるとこ山の上で駅が谷底にあるんですよ。で中学生でバイク乗られるんで自転車で行きしな、むっちゃ速いんです。ピーで帰りが焦げないんですよ。それぐらい急なで、バスも何回もクラッチなんちゅうの変えるみたいなでグーッと下がる、そういうとこやったんで、途中でどんだけ頑張っても途中で降りて押して上がるんですね。めっちゃしんどいんですよ。ほんでね、途中でちょっと疲れ果てた頃にちょうどいいところにちっちゃい本屋がありまして、そこに休憩をしたいと。で自転車止めて墓入るじゃないですか。ほんならこのスタジオぐらいのちっちゃい本屋でおっさんが一人おるんですよ。わかります？昔畑持ってた、それ知らんでしょ、立ち読み元気みたいな漫画で出てくるやつで、そのおっさんと僕一人なんですよ。でどうしようかなと、帰られへんので何か買わなあかんと。やっぱおっさんのプレッシャーがすごいですね。で SF 早川 SF 買い出して、そこでちょっと広がったと。でうちの親父もですね、歩いてバスがなくなったら歩いて帰ってたんですけど、そこで休憩してたらしくて、で出れないんで、その本買ってきて読めへんから僕にどんどん本を買ってきてから読めとか。そうか。だって増えて
それが横溝正史だったんですけどね。あでそれで横溝読み出したんです。和製ミステリーも読める、ちょっとここで雪と電車のお知らせという感じですかね。はい。停電か、はい、停電です。まず、停電のお知らせです。東京電力によりますと、現在東京都西部のほか千葉県や神奈川県など関東地方の広い範囲でおよそ1万4000件が停電しています。大雪の影響も含めて原因は調査中だということです。また東京消防庁によりますと、午後9時の時点で降雪や路面凍結の影響で東京都内で4歳から92歳の男女40人が転倒するなどして救急搬送されましたが、重傷者はいないということです。皆さんね、足元にはお気をつけいただければというふうに思います。続いて大雪の鉄道への影響をお伝えします。現在運転を見合わせているのは JR 中央総武各駅停車の三鷹方面行き列車、常磐線快速電車の品川駅と取手駅の間、横須賀線の大船駅と久里浜駅の間、青梅線の青梅駅と奥多摩駅の間、東武東上線の小川町駅と寄居駅の間、東武スカイツリーラインの東武動物公園駅と久喜駅の間、ゆりかもめの全線、日暮里・舎人ライナーの全線でそれぞれ運転を見合わせています。現在運転している JR 私鉄各線も多くの路線でダイヤが乱れていますので、ご利用の方はご注意くださいということです。ということでちょっとお話中断してしまって申し訳ありません。大変なんです。はいね、ちょっと大雪な、小島さんのちょっとお知らせ事、一旦締めて CM の後にまたお話伺おうと思いますので、まずは小島秀夫さんの、ブックライフトーク伺ってまいりました。はい。お知らせです、ね。お知らせを開けて今するということですね。オーディブルのお知らせ、はい。ということで、今回のこの番組もアフターシックスジャンクションプレゼンツアトロックブッククラブで配信するということで、来週2月12日月曜日の配信内容が本日お送りしました小島監督とのブックライフトーク、そして再来週2月19日月曜日は小島秀夫さんが大きな影響を受けた作家安部公房の生誕100年を機に改めて読みたい本という本でおすすめご紹介いただいております。こちらの番組は Amazon Audible で登録すると聞くことができます。現在2月29日まで2ヶ月の無料探検キャンペーン中となっています。その後は月額1500円、12万以上のオーディオブックが聞き放題です。ぜひご登録お願いします。はい、小島さんまたちょっとCM もお付き合いくださいませ。僕らと小島秀夫さんでした。はい。はい、ということでゲームクリエイター小島秀夫さんでございます。小島さんお知らせほど11台超えたあたりでまたゆっくり伺いたいんですけども、メールが来てるんでちょっとこちらご紹介させてください。ラジオネームポケットに手を入れるパーティーさん、ブックライフトークのゲストが小島秀夫さんとして嬉しくてメールしました。私は小学生の時にゲームボーイを持っていたくらいで完全なゲーム弱者です。でただ小島さんが、最も信頼できる読書家、小島さんが勧める本がとにかく外れがない、海外ミステリーが好きなのですが、何年か前に好きな作品を小島さんが推薦していることを後から知ったり、楽しみにしていた新刊の帯コメントが小島さんだったりすることがすごく多いのに気がつきましたと、ヒデミスもありがたく毎年とても楽しみにしていますね。小島さんが選んだんですけど、で小島さん、が、帯を書かれているトゥモロー&トゥモローガブリエル・セビンさん、というゲームクリエイターの話があり、これを小島さんがどう読んだのか、もしお時間があれば小島さんのね帯書かれてますけど、これどういう本ですか？ゲーム業界を舞台にした恋愛ものなんですけど、なかなかいけてます。僕のメタルギアの話もちょっと皮肉な感じで出てきますけど、なるほどなるほど。はい、ということで、本日はその小島さんにですね、今までの本遍歴というかね、でも最初は全然ね本読まれてなかったっていう、そうなんですよ。だから何かのきっかけがあれば本が好きになる、それも多分自分のアクションであったからっていうことなんで、これ読めようと言われてもなかなか読まないですよね。出会うべきタイミングってありますよね。そうですよね。はい、小島さんまた11代ちょっと頭でまたお知らせを伺います。
Radio. After Six Junction. ということでこの前のビヨンドザカルチャー、ブックライフトークということでゲームクリエイター小島秀夫監督にお越しいただいております、小島さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、オーディブルの安倍工房の話も本当に面白かったですね、ということで、最後にまた小島さんのお知らせごと、いろいろ伺っていきます、まずは新作をだから今そうですはこの間トレーラーを出した、デストランディング2と OD というのを並行して作ってます。でそれをやりながら、デススト2が終わった時に走る大きいタイトルとしてフィジント、これはもうほぼ僕だけの、作業というか企画というかキャスティングも含めやってますね。めちゃくちゃ楽しいですね。あと A24 でのデストの映画化もやってますね。それは大体どのあたりなんですか？これはまだちょっと始まったばっかりそうですよね。ですね。デスト2が来年なんですもんね。はい、そうです。はい、予定されている、楽しみにしております。そしてドキュメンタリー小島さんの、秀夫小島、コネクティングワールズがディズニープラスで独占配信予定ということで、これ小島さんのクリエイティブにデスストを作り始めた頃からの密着です。そうです。関係者がいっぱい出てきてっていう感じのスタイルですね。僕のことを語るとか。でも世界のクリエイターたちですよね。そうなるとね。結構いろんな人が出てきますね。出演者も出てきますし。もう何度も言いますけど、表敬訪問がやばいっていうね。日本に来たら小島さんっていうね。そんなに長くないので見やすいと思います。こちら独占配信 OK ということなのでディズニープラスこちらねアップを楽しみにしたいと思います。さらにこれはオーディブルの方でもお話がございました安倍工房ね生誕100年記念ということでブックフェアが始まり小島さんが帯を書かれそして岩波の新潮社のね波にもね寄稿されていたと。ぜひこの機会に読んでくださいね。いや小島さんの作品のファンであればなるほどというぜひちょっと今日のAmazon オーディブルの方を補助線にしてすごくなんか話してて今の人が受け取りやすいメタファーっていうか、それに満ちてるのかなって気もしたんですよね。今読まれるべきちょっとそうですね、デジタル社会にも通じる問題を扱っているので、そして小島さんと話しててやべえと思ってクライテリオン版の砂の女ポチってしまいました。早いよ、ね映画版も勅使河原宏さんも見倒したくなりましたということで、ということで小島さん本当にお忙しい中でございます。ありがとうございました。またぜひお話を伺いたいと思います。本日アトロブックライフトーク編は小島秀夫さんでした。小島さんありがとうございます。またよろしくお願いします。After Six Junction ハッシュタグ歌丸アトロク